本日は、CB250RSZ の各部機能の検証をしようと思う。走行する場所は、国道1号線静岡県側箱根上りより、十国峠。風切り音がひどいため、マイク音量は絞ってるので、エンジン音と排気音もほぼ聞こえないようにしています。途中区間は2倍速していますので、どうしても通常スピードで見たい方は、再生速度を 0.5 にしてください。そんな人はいないと思いますが。今走ってるのは伊豆縦貫道。125cc 以上じゃないとこの区間は走れません。今までの TDR50 回 75cc では走れませんでした。法定速度が 80km 時なので、気持ちよく走れます。ここから箱根上りです。なんか、足回りが変です。直線走行時ではわかりませんでしたが、ふにゃふにゃしてます。道路の補修後にハンドルが取られます。道路上のトラック溝に乗ると、タイヤが滑る感触。小さなくぼみを越えた後の突き上げ感が危険レベルです。それでも検証は続けます。キャブは前回同様 PD26 にしました。追加でパワーフィルターつけてます。アクセルは社外品中華ですが、調節次第で問題なく使えています。あ、その前に、このバイクの解説します。1981年製作 CB250RSZ です。色はボルドーカラーです。凄まじくかっこいいのです。250タンク灯、26馬力。当時はこれでレースしてた人もいました。93年に3万円で購入。購入時当時の外観で、角目から丸目に交換してありました。フロントブレーキが多分 CBX400 のものになってます。リアショックが社外製、あとはほぼノーマル状態です。スピードメーターは SRX600 のホワイトで、タコメーターは何のバイクから付けたのか不明。当時の社外製は高くて買えませんでした。他車両からの有料がメインの時代です。と言っても、このメーター類も前のオーナーさんが付けたものです。エンジンは現状問題なく動いていますが、カムカバーからのオイルにじみが治りません。CB250RSZ の持病です。今日はタイヤの接地感が悪いので、攻めた走りはできませんが、そもそもこの CB250RSZ は箱根の上りが得意ではありません。非力なエンジンは石として、フレームがよれるのです。このよれに慣れると快感なのですが、久々乗ると結構怖いのです。短気筒の乗り味なんですが、よく粘る良いエンジンです。振動が大きいのですが、そこがまた良いのです。肩こりに効きます。腰痛も治ります。嘘です。転送系ですが、オリジナルのメインハーネスを少し改造してあります。LED ヘッドライトに交換しました。今まで使っていた丸目ライトはガラスの一部にひびが入ったため、予備として保管しています。メインハーネスを調べていたら、75V の配線がありました。アクセサリー用に使おうかと思っていたら、恐ろしく電圧高いでやんの。ノーマル配線恐るべし。さて、ここまで登ってきました。まだまだ頂上までは遠いですが、この道。最近リニューアルされて道幅が広くなりました。今までは細くてくねくねでした。当然、土曜の夜はバイクや車自慢が集まっていましたが、今では全く見かけなくなりました。ツーリングを楽しむバイカーが増えたことは良いことかと思います。それにしても、四輪が飛ばす道になってしまったことは悲しいです。この辺まで登ると景色が良いのです。左手側にちらっと富士山が見えます。右側には猛禽類の飛びが飛んでいます。もう少しで紅葉の時期ですが、紅葉は期待できません。江戸時代から続く植林で、
針葉樹が多いことが原因です。静岡側の1号線途中にある山中城。日本一長い歩いて渡る吊り橋、スカイウォーク。そのくらいしか見るところありません。景色を楽しみつつ、のんびり走るのが良いでしょう。それにしても、突き上げがひどいです。帰ったらフォークのオイル確認ですね。フロントとリアのタイヤがカーブ途中で外に逃げます。怖くて車体を倒せません。腕に力が入ってしまいますが、その都度リラックスを心がけます。セルフステアに徹して走ります。タイヤはフロントがダンロップ、リアが IRC。変なタイヤは使っていない。山はバリ山、タイヤ自体5年前のものだが、屋内保管で、硬くはない。やっぱり、フロントフォークオーバーホール？いいやーだー。でも、このままでは危険なんだよね。事故る前になんとかします。このオビス過ぎたら頂上間近。あとちょっと頑張るか。ここが頂上、お疲れさん。このまま、十国峠に向かいます。左折します。本来ここでエンジン全開したいのですが、パワーバンドまでにしておきます。何か起きた後では後悔は追いつきません。ここから十国峠ですが、先ほどの1号線よりもくねくねしています。観光客も多いので、慎重に運転します。ブラインドコーナー入り口では適度に減速します。前方の四輪が急ブレーキしても構掘らないようにしなければなりません。また、対向車にも注意です。この細い道で、飛ばしてくる外車が結構多い区間です。飛ばして自爆なら自業自得ですが、単車の私が巻き込まれたら最悪です。以前ここで、白いポルシュが側溝に落ちていました。ばっかでいい、なんて思ってたら、100メートル先で GTR も刺さってた。何しに来たんだろう、彼らは。そんなこともありました。なので、注意が必要です。はい、ターンパイクまで来ました。バイカーパラダイスがありますが、興味ありません。私の興味を誘う何かが足りないのです。今後も精進してください。ここからがこの道の本番です。冬はここら辺が凍結します。滑って楽しい区間です。いや、怖い区間です。道の両側に生えているクマ笹。これが当たって痛いのなんの。今日は快適ですけど。道の脇には蓋のされていない側溝。夏の間は草で見えづらいので注意です。前の車がワンボックスの県外ナンバーだったら要注意です。
コーナー途中で急ブレーキ踏むかもしれません。県内でも西部方面のナンバーは地元じゃないので、少し注意かな。変則的でリズムがつかみにくい道路なのです。車の運転に自信がない人は、慎重に運転してほしいです。特に、私が後ろを走っている時はです。今日はこんなに天気がいいのに、攻めきれない。スピードを出して攻めるのではなく、どれだけ綺麗に乗りこなせるかが、私の攻める定義です。スキーやスノボも同じです。いかに綺麗にターンして、安定して滑れるのかが若い頃からのテーマでした。今日もこんな足回りじゃなかったら、コーナー中の車体姿勢ももっと上手く乗れたのに。やっぱり、日頃の整備は大切ですね。5年も倉庫で眠っていたので、エンジンかかった状態での走行は危険だし、もう少し整備に時間かけたらよかったです。それでも、悪いところの目星がついたので、今日のところはそれでよしとしましょう。次回はもっと完璧に近い状態の CB250RSZ に乗れるよう、頑張ります。あと、さっきからウインカーのインジケーターが点滅していますが、これは整備不良ではありません。そういう仕様なのです。ウインカーバルブの LED 化をリアだけ行ったらこうなりました。ハイビームの赤色灯インジケーターも、点灯していますが、これも仕様です。ヘッドライト LED 化したらこうなりました。なんでしょう？走りには関係ないのでこのまましばらく仕様のままで使いますが、鬱陶しいので、そのうちなんとかします。転送系はいじると壊れるので、あまり触りたくないです。それでも必要とあらば、全分解して修理するのですが、YSR50 の時のように、すべてを一から配線となると、かなり時間がかかります。根気がないので、CB250RSZ はこのままでもいいかななんて、軟弱な考えはダメでしょうか。その前に、USB ソケットでも追加で付けたいのですが、どこに付けてよいものやら、悩ましいです。あまり外側から見られるのも嫌なのですが、使い勝手が悪いのも嫌です。そんなこんな言ってると、目的地の十国峠に到着です。ここの十国峠ケーブルカーが子供に大人気なんです。駐車場がスカスカですが、これはここの仕様です。渋滞して駐車場に入れないとか、そんなことは過去一度もありませんでした。いつもの位置にバイク止めさせてもらいます。SR が止まってる。そこ、私の定位置なんですけど。スカスカだからどこでもよいか。それでは、今日はこんなところで。ソーロング。